皆さんこんにちは。半分こ夫婦です。今日は僕が親子丼を作って N ちゃんが麹を使ったおつまみを2品夫婦で協力して作っていきます。あと最後に私ある大失態を犯しまして、よかったら最後までご覧ください。本日のメニューはこちら。まずはごぼうチップスを作っていきます。ごぼうチップスってごぼうを薄く切って揚げてみようと思います。こんな感じでピーラーを使えば簡単に薄く切れます。なるほどね。パリッと、おつまみ的なね、美味しそう。ごぼうをお水に 1,2 分さっとつけてアク抜きをします。それから小松菜としらすのおひたしを作ります。まずは小松菜を茹でたいんだけど、全然茎の方が柔らかくなってね、あちちってなってた。あちーってなってたね。で、茹で終わったら茹でた小松菜を切っていきます。でね、タレにね、麹調味料を使っていくっていう感じでね、今回は醤油麹を使っていきます。で、ごまをねちょっとスリスリして香りが引き立ちますね。すごいいい香りだったね。そこに醤油麹を小さじで2杯入れて、混ぜていきます。この醤油麹はね、味噌みたいにまろやかさがあって味にコクを出してくれて、すごいしらすと合ってよかったよね。この万能麹調味料の作り方も動画でまとめてますので、概要欄からぜひご覧ください。混ぜるだけだからね、ほんとお家で簡単に作れちゃってね、いいよね。そしてごまをかけたら完成ですね。はい。次はごぼうチップスに戻って切ったごぼうを水にさらしたごぼうを水気を拭き取ってね、片栗粉大さじ3をまぶしていきます。はい。シャカシャカする感じですね。なんか激しいね。いや、これはそういうもんよ。で、油で揚げていきます。これはね、さらっとで OK です。パリッパリだね。美味しそう。美味しかったよね、これ。ポテチみたいな感じ。わかる。なんかスナック菓子感覚でいくらでも食えるって感じね。仕上げは塩だけでもいいんだけど、青のりもね入れると風味が引き立っておすすめです。これがなんかよりポテチ感を増幅させてたよね。のり塩味みたいな。確かに。ここでジェイ君と交代。走って登場。じゃあ親子丼いきます。まず鶏もも肉のドリップ液を取り除いて一口大に切っていきます。やっぱり親子丼はもも肉の方がジューシーで美味しいですよね。そして下味をつけていきます。ちゃんと袋の上でやるようになったね。成長下味はめんつゆを大さじ1とお酒も同じく大さじ1、それから砂糖小さじ1と最後に玉ねぎ麹小さじ1、これらを揉み込んで、だいたい10分から15分ぐらい置いておきます。続いて玉ねぎを切っていきます。玉ねぎってそういう切り方もあるんだね。なんかそういくみたいな。そうこれ最先端のね切り方なんですよ実は。違うか。ミスってますね完全に。普通はね、半分に切ってから繊維に沿ってね切るんだよ。いや確かにね、後から間違えてるなとは思ったんですよ。手でほぐしちゃってるもんね。あと食べてから気づいたんだけど、火を均等に通すためにももっと細かく切った方が良かったね。卵はミニサイズだったので合計4つ使っていきます。ちょっと片手で割るとかっこいいかなって思って調整したんだけどダメでした。しかもね、ちょっと殻まで入っちゃってそうだね。で、卵はですね、最後に卵黄だけ後乗せするといい感じになるかなと思って、2つの卵は卵黄だけ後乗せ用に取っておきました。最近覚えた卵黄の作り方です作り方確かに最近だねこれ。成功。
続いて親子丼のタレですね。お水 100ml にめんつゆ大さじ3入れていきます。そして下味した鶏肉を中火で両面、だいたい 1,2 分ぐらい焼いていきます。表面に色がついたら玉ねぎをさっと炒めて、そこに先ほどのタレを投入して 3,4 分煮ていきます。そして溶き卵を先ほどの3分の2ほど回し入れまして、蓋をしてまた1分半煮ていきます。ジェイ君はさ、スマホのタイマーでちゃんと測ってたよね。真面目っていうか、料理初心者はなんとなくでいけないからさそういうことか、で残りの卵3分の1を再度回し入れまして、三つ葉を乗せてまた蓋をして30秒から1分ほど、煮込んだら丼に移して刻み海苔と卵黄を乗せて完成です。できたいただきます。まずは小松菜から。醤油麹のまろやかさがいい感じに包み込んでくれて深みがあったね。麹がね、よかったよね。そうだね、麹様々。そして親子丼ですが、卵黄を崩してパクッと。卵がふんわり。そうそう、卵を2段階で入れるっていうところと、最後に卵黄を乗せるっていうところがポイントです。ポイントなんだね。はい。あとごぼうチップスね、なんかポテチっぽさがあってね、パリッパリで美味しかったね。これはビールに合うやつ。最後書き込んだね。食べ方牛丼のおっさんだねそんなごちそうさまでした。ジェイ君、今日は何の日だい？いや、ホワイトデーだよ。今日バレンタインのお返しがもらえるのかと思ったら何もなくて、笑うしかない食いしんだねいやでも本当にこのケア申し訳ない。手作りのねクッキー缶とマカロンもらっておきながら完全に抜けてまして申し訳ない。翌日にね、ちゃんとケーキ買ってきてくれたんで許します。来年は絶対覚えます。もうカレンダー書きました美味しかったね。でも全然太ん。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。